こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、うまかっちゃん5袋と高菜明太マヨネーズ丼を作りました。こちらがね、うまかっちゃんですね。そしてですね、こちらは視聴者さんが送ってくださいました。ありがとうございます。私はね、福岡出身なんで、昔からよく食べてたんですよ。もうね、懐かしくてめっちゃ嬉しいと思って。なんかね、ドン・キホーテとかに結構売っとるらしいんやけど、私あんまドン・キホーテに行かんから結構久しぶりに食べますね。うまかっちゃん美味しいんですよ。で、今日はトッピングを結構豪華にしました。じゃあ作り方いきたいと思います。じゃん、今日使うのはこちらのうまかっちゃんです。福岡ではすごく有名なインスタントラーメンです。私もね、昔からめっちゃ食べてました。常に家にあった気がします。おネギを切っておきます。チャーシューは薄切りしておきます。豚骨ラーメンのお店にはよく高菜があるんですけど、今日は高菜ご飯を作ります。高菜はごま油で炒めます。お好みでごまを加えます。ご飯を用意します。今日のご飯は3合です。で、さっき炒めた高菜を盛ります。ご飯が見えなくなりました。で、真ん中を少しくぼませて温泉卵をのせます。じゃん、これは明太マヨネーズなんですけど、こちらをかけます。空気が爆発しましたね。で、ごまを振りかけて、お好みでおネギをのせます。袋の中身は麺とスープの粉と調味油ですね。麺を5袋分茹でます。ちょっとね、さっきね、このフライパンで高菜を炒めたんで高菜が入ってますけど、豚骨ラーメンは仕上げに高菜も加えるので気にしないでください。3分茹でるんですけど、固めがお好みの場合は早めに揚げてください。茹でたら火を止めてスープの粉を加えます。うまかっちゃんの粉の色ですね。懐かしい。スープを入れたら器に移します。で、チャーシュー、きくらげ、メンマ、紅生姜、残ってた高菜で調味オイルをかけます。ネギを乗っけてごまを添えたら、じゃん、完成です。こちらは高菜明太マヨネーズ丼ですね。チャーシューも乗せました。もうトッピングをいろいろしたんでね、めっちゃ美味しそうです。いただきます。このね、白っぽいね、濁ったスープがね、めっちゃ懐かしいです。うまかっちゃんのスープですね。でもお店とかで食べるほど濃い感じじゃないんですよね。それが家庭の味って感じがします。麺はこんな感じです。細めの麺ですね。豚骨スープの味がいいですね。味は薄いわけじゃないんだけど、スープはね、結構サラッとしてるんですね。ドロッとした感じじゃないんですよね。で、豚骨スープはね、麺によく絡んでとっても美味しいです。こちらチャーシューですね。美味しい。ちょっと中華そばみたいなチャーシューですかね。なんか白っぽいイメージかな、豚骨ラーメンって言ったら。メンマとか紅生姜とかね、いろいろ入ってるんですよ、豚骨ラーメンには。豚骨ラーメン独特のトッピングがね。めっちゃ美味しいです。きくらげとか紅生姜とか高菜って他のラーメン入ってないですもんね。もう豚骨ラーメンにはよく合います。きくらげの食感がね、いいですね。コリコリしとってとっても美味しいです。で、この高菜明太マヨ丼を食べてみます。で、温泉卵を潰します。最高ですね。温泉卵と明太マヨネーズ、高菜が混ざってめっちゃ美味しいと思います。まだ食べてないけど、こんな感じです。ぐちゃぐちゃですけどね。高菜の味が濃くて、温泉卵がうまい具合にまろやかでめっちゃ美味しいです。で、明太マヨネーズはまたいいですね。ご飯と超合います。めっちゃ美味しい。高菜との相性がいいけね、豚骨スープとこのご飯もよく合います。
麺を食べ終わりましたので、スープと高菜丼も一緒に食べたいと思います。見てください、これ高菜とかね、メンマとかね、いろんなものがトッピングされて、スープの色がすごい色になってます。これがね、またね、美味しいんですよね。濃いです。高菜明太ってよく合いますよね。美味しい。高菜ってね、美味しいですよね。高菜自体に味がついておって、いろんな料理に加えたら料理の味がめっちゃ良くなりますよね。前に煮込み豚骨ラーメンを作った時に雑炊をした時、高菜入れたじゃないですか。あれもめっちゃ美味しかったです。高菜からいい出汁が出ますね。完食です。で、最後の一口いただきます。こちらも完食です。ごちそうさまでした。うまかっちゃんと高菜明太マヨ丼、めっちゃ美味しかったです。うまかっちゃんをね、結構久しぶりに食べました。でも私多分ね、インスタントラーメンの中でうまかっちゃんが一番好きなんですよね。で、福岡おるときはうまかっちゃんが当然のように一番オーソドックスなインスタントラーメン、インスタントラーメン界の中で一番幅を利かせているラーメンだと思っていたから、世の中を知った時にね、他のメーカーも結構強いんだなっていうことにびっくりした思い出があります。このパッケージも懐かしいんですよ。博多どんたくですよね、ここも。違うかなわかんない。この絵柄ほんと昔から結構さ、これ変わってない。私がちっちゃい頃からずっとこの絵柄やった。なんかすごい興奮してきた。とっても懐かしかったし美味しかったですね。今までうまかっちゃんをいっぱい食べてきたけど、今日一番ね、色のトッピングしたなと思いました。私も大人になったんだなって思いました。昔はね、何も入れんでうまかっちゃんだけと、あと白いご飯とかで食べてましたからね。で、高菜明太マヨ丼、私今日初めて作ったんですけど、なんとなくなんか自分でこれとこれとこれを入れれば美味しいんじゃないかなっていうものを入れて作ったんですけど、めっちゃ美味しかったです。やっぱ温泉卵いいですね。でね、明太マヨネーズが別になくてもマヨネーズでもいいかなと思うし、明太子でもいいと思います。うちには明太マヨネーズがあったんでかけてみました。そしたらめっちゃよく合ってました。で、とっても美味しいので、ぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願い